はい、皆さんこんにちは、ファナンです。今日は朝鮮王朝の歴代王第22代、王様でありますイーサン、チョンジョ王の、その3と題しまして、今日はチョン・ヤギョンという、学者についてお話を進めていきたいと思います。前々回も少しチョン・ヤギョンについて解説をいたしましたけども、今日はチョン・ヤギョン、そしてこのチョン・ヤギョンの家族、兄弟に焦点を当ててですね、お話を進めていきたいと思います。韓国の書店、そして書籍のコーナーに行くと、このチョン・ヤギョンに関する書籍というものがたくさん出ているんですね。それだけ韓国ではこの200年前に生きたこのチョン・ヤギョンについて関心を持っている人がたくさんいます。何よりもこのチョン・ヤギョンについて関心が集まるいろんな部分があると思うんですけども、その中でこの天主教、キリスト教との関係についてもたくさん注目をしている人がいます。実はこのチョン・ヤギョンが儒教の学者でありながらキリスト教に触れたという点がとても興味深い部分でもあります。韓国ではこのキリスト教、特に天主教という制度がたくさんあります。そういった意味では韓国はその天主教の迫害があったにもかかわらず、こういったこの教会の定着というものが進んだと言えると思います。しかしながらこの200年前に起こった迫害によってもちろんこのチョン・ヤギョンもたくさんの試練を受けるんですけども、今日はこのチョン・ヤギョンの他にいたお兄さん、2人のお兄さんも含めてこの3兄弟の生き方も含めてですね、今日は解説をしていきたいと思います。最後までご視聴をいただきたいと思います。はい、それではですね、本題に入っていきたいと思うんですけども、まずこちらのチョンヤギョンの漢字を見るとですね、チョンヤギョンという漢字があるんですけども、実際この3人の兄弟の漢字もとても似ていますよね。ですからちょっと紛らわしいんですけども、チョンヤギョンがこちらのチョンヤギョンという漢字なんですね。そしてこちらの右側のチョンヤチョンという言うんですけども、韓国ではこのチョンヤクチョンというですね、円の発音になるんですね。チョンヤクチョン。そして、こちらのチョンヤクチョンの場合は、うんのですね、うんという発音です。チョンヤクチョンですね。少しこの日本語では同じような発音に聞こえるんですけども、実際にはですね、漢字が違うということもあってですね、違うということなんですけども、紛らわしいので、1番目のお兄さんというふうに解説をしていきたいと思いますね。それから2番目のお兄さんです。チョンヤクチョン。そして、三男がチョンヤギョンなんですね。で彼は1762年から1836年というですね、朝鮮後期に、生まれて、そして、生きた人であり、そして、チョンジョ、今まで解説してきたチョンジョの時代に、活躍した、実学の学者であるということですね。で、今日は天主教の重要ですね。天主教というのはカトリックですけども、カトリックの重要とその生き方、この3人の生き方についてフォーカスを当ててですね、お送りしていきたいと思います。動画のテーマなんですけども、まずは韓国のキリスト教というものをまずですね、押さえていきたいと思います。韓国ではキリスト教はたくさんあるんですけども、特にプロテスタントというものがあって、今日はですね、この天主教についてお話を進めていきたいと思います。カトリックですね。日本のキリスト教と比較するとどうなのかということで、やはり韓国のキリスト教は、信者も多いですし、そして、天主教をですね、聖堂と言いまして、教会というんじゃなくて聖堂と言って、そこに、人が、通っていくわけですね。で、朝鮮における天主教とは、なんですけども、この当時はですね、どちらかというと、この聖学ということで受け入れをしていたわけですね。要するに、数学とか、実生活の社会に生きた学問、そして天文学とかですね、そういったものを受容するための一つの方便だったんですけども、その中でも信仰として受け入れていこうとする、そういったこの動きもあったということですね。
で、ファナンチャンネルでは、こういったですね、韓国の歴史や文化について、解説をしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。生い立ちなんですけども、先ほど、青年ですね、掲げましたけども、こういった、まずですね、チョンヤギョンを含めたこの家系ですね、をまず把握していくことがとても大切です。で、彼は南進派の家紋ですね。南進派の家系に生まれました。お父さんがチョン・ジェウォンというお父さんなんですけども、1730年から1792年に生まれてはいるんですけども、そのお父さんが実はサドセジャですね、コミュ率に入って、そして亡くなったチョンジョのお父さんの事件によって、中央から左遷されて、そして、地方の、管理になっていったんですね。そういった中で生まれたのが、チョンヤギョンではあるんですけども、彼が生まれたのがナミャンジュというですね、このソウルからだいたい1時間ぐらいのところにはあるんですけども、とても自然も多くて、そして風景もとてもいいというようなところであります。そして、この3人の兄弟の中では生まれてはいるんですけども、実はお父さんですね、お父さんは2人の妻がいるということで、1人はオリョンナム氏の間に生まれた人がチョンヤキョンという人ですね。それからヘナムユン氏から生まれたのがチョンヤギョン、こちらのチョンヤギョンですね。と、1人目のチョンヤクチョンとチョンヤクチョンというですね、1人目のお兄さんのチョンヤクチョンと2人目のチョンヤクチョンですね、お兄さん、そして、3人目ですね、として生まれたのが、チョンヤギョンということなんですね。しかしながら、全体的には4人のこの兄弟で、そして、妹もいるということなんですね。そういう中で、この全体的にですね、こういったこの家系を私がまずはじめにお見せするのは、キリスト教にこの信仰を持った人がこの家系の中からたくさん出てきたわけなんですね。今見えるこちらのイ・スンフンという人、この人はこのキリスト教の組織を作った人として韓国では知られているんですけども、この人が要するにチョンヤギョンの妹さんの旦那さんであったということなんですね。それから、ファン・サヨンという人物ですね。この人も、要するにキリスト教、この天主教の信仰に入っていった人で、そして最終的には処刑をされるんですけども、この人もこの家系の中にいたということであって、こういったそのチョンヤギョンの家系を見るとですね、キリスト教の関連のそういったところから見ることができるということになります。そして先ほどナミャンジュというですね、話をしましたけども、ナミャンジュ市というのはどの辺にあるのかということで、こちらが今、ソウルなんですけども、このハンガンですね、ハンガンが流れているところで、プッカンガンというところとナマンガンというところですね、この2つの川が合流するところが、このナミャンジュというところなんですね。今ちょっと写真を見ていますけども、とてもこの風光明媚な、とても綺麗なところであるということがわかると思うんですね。川もあったりとかですね。そういう中で生まれたチョンヤギョンであったがゆえに、この観察力っていうんですかね。そういったものをとても養ったとも言われているんですね。で、彼が生まれた4歳の時にはもう、千字文というですね、文章を勉強して暗記したりとか、それから7歳の時には、こういったですね、詩を作ってお父さんをびっくりさせたという内容で、この詩の内容は、小さい山が大きい山に隠れているということで、遠くて小さいものが違って見えるというようなところで、こういったこの詩を作るですね、才能があるということで、観察力があったということで、お父さんがとても驚いたということなんですね。後々彼は、この
ファソンというですね、城をチョンジョの命令によって作ることになるんですけども、やはりそういった小さい頃からの観察力、要するに数理的なですかね、能力だったりとか、科学の目がもうすでに芽生えていたんではないかということも考えられるんですね。で、22歳でいよいよ1783年ですけども、ソンギュンガンに合格します。で、このソンギュンガンに関しては、私の動画にも上げてありますので、そちらにも参考していただいて、簡単に言いますと、ソンギュンガン大学というのが韓国に、ソウルにあります。で、これがソンギョンガン大学の後にできた大学なんですけども、もともとは高麗時代にもうすでにソンギョンガンというですね、儒生を養成する学校ですね、今でいう大学があったんですね。ですから世界的にも一番古い大学ということで、本当にこの長い年月をかけて、儒生を育成してきたんですけども、全国から試験を受けて、そして中央に入って、まずは書士という試験を受けてですね、そしてその後に会士というですね、試験に合格するということで、33名が残るというんですね。最初は何千人、何百人という単位だと思うんですけども、そこから選ばれて、結局は33名しか、入ることができないということなんですね。そして最後には王様の前で口頭試験を受けるということで、要するにこのチョンヤギョンも口頭試験を受けたということですね。で、その時に、このチョンジョがこのチョンヤギョンを見て、とてもこの、なんていうんですかね、気に入ったっていうんでしょうかね。意気投合したというところも言われているんですね。で、答案用紙に、この主記論というですね、の内容について、この書いてあったというんですね。で、もともとは、彼はどちらかというと、南進派ですね。この時代は労論派と南進派というのに分かれているんですけれども、労論派というのはどちらかというと、こういった主記論を中心とした考え方であったんですね。で、南進派はどちらかというと、こちらの主記論とは違って、主理論というですね、理というものが本質だと。ちょっとこれは難しいんですけども、気が先なのか、理が先なのかということで、それが理論的な背景となって派閥になるんですけども、この時に彼は南進派が主張するようなそういったその理論ではなくて、労論派が主張している主記論を書いていったということで、結局、偏らないですね、偏らない意見を守っていたんだということで、チョンジョが目をつけたというところもあるんですね。なぜかというと、チョンジョですね、イーサン・チョンジョは、どちらかというと、こういった派閥を超えた政治をしたいというふうなことを思っていたわけですね。ですから、一目を置いたというのはそういった点もあるんですね。で、28歳の1789年に、大化というところに及第します。で、これは、昇華というのがまずあってですね。そして、最終的にこの大化というところを通って合格して、科挙というんですね。ですから、このションギュンガに合格したとしても、それは科挙に合格したとは言えないんですね。その後にまた試験があるということで、本当にいろんな試験を通ってようやく合格することで、科挙、要するに官吏になれることができると、官僚になることができるということなんですね。こちらに関しても、私の動画がありますので、詳しくはそちらを見ていただきたいと思います。そしてそういった中で、いよいよ、チョンジョが、船橋というものを建設を命じるんですね。船の橋。これは当時、このハンガンというものを渡るには、どうしてもですね、何かその船を渡っていくことしかなかったんですけども、この時に、ちょうど1789年に、佐渡聖者のですね、お父さんですね、横領へ参拝しようということで、ヘギョン本氏、要するに、イ・チョンジョのお母さんのこの誕生日を祝うということでですね、たくさんの人を動員して、そして、このお墓参りしましょうということであったんですけども、なんとですね、
この時に、2000名をですね、移動させないといけないということもあって、じゃあどうしたらうまくいくかということだったんですね。実はこの以前からですね、こういった問題が多かった。そして、この橋を作ってはいるんですけども、たくさんの事故が起きて、たくさんの犠牲者があったということで、これは一大国家のプロジェクトでもあったんですね。で、彼は、このチョンヤギョンですね、船を36隻用意したというんですね。で、その時に用意した船が、もう小さい船ではなくてですね、大きなこの穀物を運搬するようなですね、税をこの運ぶようなですね、大きな船があるんですけども、それを利用して真ん中の船を大きなものにして徐々に小さくしていくというようなところでバランスをとってたくさんの人が渡ることができたと、無事にですね、そういった実績をまず立てたんですね。そういう中でチョンジョは意気投合したというような話になります。後々このチョンジョがチョンヤギョンをまたこの何ですかね、呼んでですね、そしてファソンというこのスウォンにあるファソンにお城をこう建てていくんですけども、そういう意味ではこの時代において一人の王とですね、一人の大きな学者がこの世界ですかね、この朝鮮の政治をですね、大きく変えていく、転換点であったということも言えると思うんです。そしてその中にあいて、彼は天主教と出会うことになるんですね。もちろん、中国からたくさんの学者が見聞きしたものが、この前回のビデオにもありましたけども、実学として研究をしていくんですけど、その反面においてですね、やはりこの天主教というものが同時に入ってくるわけですから、この天主教の信徒になっていくというような人がたくさん出てきたわけですね。まずですね、押さえておかなければならない、このイ・ビョクという人なんですけども、この人は天主教の組織を、この朝鮮において作って、そして宣教を始めた人だということなんですけども、彼が実はですね、この先ほどの家系の中にいた人の中でも一人だったんですね。ですから、チョンヤギョンを含めた家族と深い関わり合いを持っていたということなんですね。で、最初に、チョンヤクチョンというですね、2番目のお兄さんとの出会いですね、出会うことによって、このチョンヤクチョンは信仰を持つようになります。そして次に、チョンヤギョンですね。チョンヤギョンとこの船で一緒になることによって、船にですね、乗り合わせて、そして一緒になることによって、その時に彼は天主教の話を知ってですね、とても関心を持ったっていうんですね。それはどういう意味で関心を持ったのかということにもなるんですけども、信仰において関心を持ったのか、それとも、その国において、こういった先進の教えが入ることによって、民が平等になるというような考えからだったのかは分かりませんけども、とても関心を持ったというんですね。そして、学問の需要からですね、こういった聖学という観点から、徐々にですね、信徒として、洗礼をですね、洗礼を受けるようになったんですね。で、このイ・スンフンという人、先ほど家系の中にもありましたけども、彼から洗礼を受けるようになったのがチョンヤギョンですね。で、その後に今度はチョンヤクチョン、一番上のお兄さんも、最初は拒絶をしていたんですけども、洗礼を受けてですね、アウグトゥツというような洗礼名を持つようになって、結局はこの3人がですね、同時に、ほとんど同じ時期にこの天主教と出会って、そして洗礼まで受けていくというような過程になります。しかしながらですね、この4年後にどんな事件が起きたかというと、1790年に、北京の天主教の本部からですね、先祖祭祀が廃止命令が出るんですね。朝鮮においては一番重要なものがやはり儒教の教えとなるとですね、どうしてもこの先祖の祭祀というのはとても重要になってくるわけです。で、それをやってはいけないというようなところから、これを聞いたこのチョンヤギョンはですね、とてもこの悩みに悩んだというんですね。
やはりこれを行うことができないとなるとですね、この天主教とはどういうものなのかということなんですね。実際、天主教をこの受け入れたときは、儒教の教えを補完することができるというように考えたとも言われているんですね。ですから、もしこれが儒教の否定になる、儒教をこの先祖祭祀をすることができないということになると、この天主教というのはどういうものなのかということで、考えざるを得ないんですね。で、今もこの先祖祭祀をするかしないかということにおいて、とてもこの、キリスト教においては重要な、韓国においてはですね、重要なこの問題として挙げられているんですね。それから1791年においても、この全羅道にですね、陳山事件というのが起きてきます。これはどういうことかというと、ある信者が親の位牌を燃やすというようなことをするんですね。位牌を燃やす。これはですね、先ほどの先祖祭祀と、できないと通り越してですね、位牌を燃やしてしまうというのはとても、この当時ですね、大きな問題として捉えられるわけですね。結局その人は死刑になっていくんですけども、こういった事件を通して、徐々に天主教への中央からの睨みがかかってくると、これが問題視されてくるということもあって、チョンヤギョンも徐々にですね、こういったところから何か信仰を維持することはなかなか難しいということで、一般的な見解ですけども、天主教から離れたんじゃないかとも言われているんですね。さらに1793年に、周門母というですね、人が、これは宣教師なんですけども、中国から、清からですね、密入国をしたということで、これも発覚されることによって、この弾圧の、糸口になってしまったわけですね。で、その後に、このチョンヤギョンやその3人の兄弟がですね、捕らえられて、そして、拷問を受けていくわけなんですけども、2番目のお兄さんのチョンヤクチョンは、そのまま信仰を維持して、結局は、殉教していくというような結果になってしまいます。それからチョンヤギョンとチョンヤクチョンですね。1番目のお兄さんですね。1番目のお兄さんとチョンヤギョンは、一般的な見解ですけども、キリスト教を否定したというふうに言われています。そして、神か王様か、その選択の中でということで、チョンヤクチョンですね。この2番目のお兄さんは、この殉教する前にですね、主教用紙というですね、ものをハングルで、一般の民衆がわかるようにハングルで書いているんですね。明道会という会も組織しながらですね、そして宣教に励んでいったということですね。しかしながら、このチョンヤギョンは位牌を燃やしたこと、先ほどの事件がありましたけども、それに対してとても反発を持っていたと。恨めしいくらいだというようなことで、とてもこの、そういった行為に対して反発をしながら、結局はこの新しいですね、新しい真理なのか、神なのか、それとも王に対する忠誠かということで、彼はどちらかというと、この王に対する忠誠を取ったというんですね。王とはその当時、チョンジョですけども、イさん、チョンジョに対する忠誠を選択したということなんですね。규정学というところがありますけども、この管理に任命されました。こういったですね、チェジェンゴンとかイーガファンですね。イーガファンという人物が南進派としてですね、起用されていくと。この当時、主権はローロン派でしたけども、南進派を起用した。そして、チョンヤギョンも起用されてはいくんですけども、1792年ですね、チョンヤギョンが31歳の時に、こちらのファソンの設計を命ぜられます。で、彼はヨハン・シュレックという危機数説というものをチョンジョから渡されてですね、
そして、この設計図を書きなさいと言われたときに、これをもとにですね、常設とか、基準数説とかですね、こういった荷車ですね、この荷車を設計をしたというんですけども、これは大きなものをですね、運ぶときの機械ということで、今まではこのどちらかというと、一つのこの車によってですね、持ち上げるようになっていたんですけども、ここにおいて、チョンヤギョンのものはですね、この力を分散させることによって、簡単にこの持ち上げて、大きなもの、石とかですね、持ち上げて、そして城を作っていくような、そういった図説になっているわけですね。それからこの荷車の場合はですね、この車があってですね、この上に例えば石のようなものをこう置いて、そして人がこうやって運んでいくわけなんですけども、今まではこの石がですね、固定されていて、とてもこの自由に動かすことがなかなかできなかったんですけども、この説明したものはですね、この大きな石がですね、自由にこう行ったり来たり動くことができるというんですね。それによってスムーズにこの仕事ができるようになったということで、予定よりもですね、とっても早くこの城をファソンを開設することができたというようなところです。この民衆のために作ったものであるというところが、この世界文化遺産の一つの基準になっているということでありますね。ですから、どこまでもこのチョンヤギョンはですね、王の命令に何とか応えていこうというところもあるんですけども、民衆が、早くですね、この時代の流れにですね、乗って、そして平等な社会を作っていきたいという思いから、こういった破損を作っていこうというようなところになっていきます。しかしながら先ほどの天主教のですね、お互い権限がかけられながら、1794年にですね、告発されて地方に左遷されます。で、彼はそれに対して自分が疑いを持たれていることに対して何かこの自分がそうではないということを上訴文にして王様に告白文として書いているんですね。で、その中で、自分がこの天主教に触れた時期から今までのことについて詳しい内容を書いてはいるんですね。入教して、そして今までどのようにして、そして自分はどう捉えていったのかというところで、彼はどちらかというと、自分が信じたいというよりは、この内容を儒教にですね、応用することによって、国が良くなっていくんだということを、弁明しているんですね。実はこのチョンジョもですね、天主教に対しては迫害しなさいと、なくしていかないといけないというんではなくて、それを受け入れることによって、新しい科学技術とか、それから儒教を補完するものとしては受け入れようというようなところではあったんですね。ですからそういう意味では、このチョンヤギョンと、そしてチョンドの考え方が、通じているというようなところもあります。1799年に彼は辞職して、彼のふるさとに帰って、余裕団というですね、建物を建てます。これはどういう意味かというと、慎重に生きようというようなところで、何事においてもですね、生きることにおいては、慎重に生きないといけないというようなところで、彼はここで一つの学問を起こそうというところもあったと思います。しかしながら、1800年に、この、チョンジョがまたですね、チョンヤギョンを入閣の命令を出してですね、チョンジョが手紙を出すんですけども、なんとですね、1800年、その以降ですね、6月に、チョンジョが崩御してしまうんですね。こういった天主教への圧力のあった中でですね、
もう一度このチョンヤギョンを起用したいということはあったんですけども、このチョンジョが崩御することによって、よりこの南進派への圧力、そして南進派がたくさん嫉妬としていた天主教への圧力がかかってきます。チョンジョは先ほども言いましたけども、聖学としてですね、一つの学問として受容したかったと。それから、この儒教を一つの補完するものであったということですね。補強するものであったとですね。補強ですね。すみません。そして3番目に、チョンヤギョンを通して、こういった改革を進めてきたかったというようなところもあったわけですね。しかしながら、南進派への弾圧と、それから最終的には3人の兄弟をですね、兄弟の刑ですね、刑が起きてですね、そして2番目のお兄さんは死刑になり、そして1番目のお兄さんとチョンヤギョンは無本罪というですね、罪で流刑にされていくというですね。この時、この親友迫害、親友事件の時に犠牲者になった人が100人いたんですね。そして流刑になった人は300人ということで、大きな事件として残っています。で、先ほどのこの家紋の家系図ですけども、もう一度見るとですね、このチョンヤギョン、こちらですね、チョンヤギョンを中心としてお兄さん2人ですね、1人、このチョン、この人は死刑になりました。殉教するわけですね。しかしながら、チョンヤギョンとチョンヤクチョンは、信仰から離れたと言われているわけですね。そしてチョンヤクチョンは、福山道というですね、黒い山と書くんですけども、福山道という島に流されていくわけですね。島に流されていくと。そしてチョンヤギョンは、肝心というですね、ところに流刑になります。そして、イースンフンとかですね、ファンサヨンという先ほども出てきましたけども、イースンフンという人が、この兄弟に天主教を伝えていくというところで、彼の兄弟の、この旦那さんですね、旦那さんであったということですね。それから、ファンサヨンと同じように、チョンヤキョンという、このお兄さんの娘の旦那さんであったということで、ファンサヨンという人はですね、後々にこの北京にですね、手紙を送ろうとするわけですね。そして、なんとかこの迫害を収めてほしいというようなところで、北京にそういったお願いする手紙を書くんですけども、それが発覚されてですね、発見されて、そして殉教していくというようなところになります。で、親友迫害、親友教育と流刑ですね、流廃ということで、この3人ですね、まずチョンを見ると、1番目のお兄さんはですね、福山道というところに流刑になっていくということですね。で、キム・フンの歴史小説の中に、福山というですね、小説がありますけども、この小説を元にして、茶山お坊というですね、茶山の坊に漢字がありますけども、この魚のですね、海洋生物学のようなものを書いてはいるんですね。それを元にして映画が作られました。で、これはですね、チョンヤクチョンがこの釜山道に流された時に、ある島の人にですね、出会って、そしてこの漁民なんですけども、漁民からたくさんのですね、こういった魚の知恵を学ぶということですね。それに対して、このチョンヤクチョンは儒教の教えをですね、彼に教えるというようなストーリーな、それは実際の史実かどうかはわかりませんけども、こういった内容があるということで、チョンヤクチョンはこの福山道に流されてはいくんですけども、彼はその中で海洋生物学のような本をですね、書いたということなんですね。チョンヤクチョンですね、2番目のお兄さんは処刑になって殉教していくということですね。ですから彼は最後まで信仰を守り続けた人だということです。で、最後にチョンヤギョンは肝心というところに流されていくわけですね。で、そこで彼は本を書く、そういった毎日を送りながら、
500巻のですね、本を、たくさんの本を書いていくというような日々を送ります。多産総動というですね、こういったところを作って、そしてこの研究生活に明け暮れていくというようなところになります。結局は3人のこの生き方というのがですね、1人はこの信仰を貫いていくというところですね。で、もう1人のお兄さんはクサン道に流されてですね、そして、漁民と深く交わりながら、そして生きていったと。で、最後にチョンヤギョンはですね、最後までこの国のことを憂いながら、キョンセユピョとかですね、牧民新書というような本を書いて、そして、国を憂いながら、そしてこの民が、世界がですね、平等な世界を目指したいというような政治的なこの願いを込めて書籍を残していったということです。ではですね、このチョンヤギョンがその後、このやはり天主教と出会ったことが本当に彼がその当時迫害を受けながら完全にこのキリスト教ともう決別したのかというようなところなんですけども、実際にこの宣教師ですね、フランスの宣教師の韓国天主教会史というところを見ると、チョンヤギョンは最後の最後までこのなんていうんですかね、信仰を持っていたと。一つは彼はこの信仰を捨てたことに対して生涯悔い改めを持っていたとね。いうことですね。それから、晩年ですね、最後まで黙想しながら瞑想していった、そういった生活を送っていったというんですね。そして何よりも、教理をその流刑地の人々に教えていったというところなんですね。しかしながら、儒学の儒生として大成した彼は、何よりもですね、骨の髄まで儒教の学者であったというふうなことを主張している人もたくさんいます。ですから、どちらがですね、本当かどうかというのは今後の研究に待たなければならないとは思うんですけども、しかしながら、この牧民新書というですね、本、この牧民というのはこの地方間の心得ですね、の中に、垣間見えるのが、天帝、儒教の上帝とか天帝の性格が、天主、要するに神との同じようなですね、そういった内容が、この垣間見えるとも言われているんですね。創造主で、造物主とですね、創造主であるというところなんですけども、このマテオリッチが解釈した天主主義の中の影響かどうかというところも面白い内容なんですね。で、実際に51歳で書いた春秋校長という書籍の中にも、こういった天主主義、要するにマテオリッチが解釈した要するに東洋的に考えるこの天主教の思想というものが垣間見えるというところなんですね。でそれを聞きながら思ったのは、日本においては例えば平田篤胤とかですね、そういった人物がこの古事記や記記を天主教のこの解釈を利用しながらですね、解釈していったことも思うとですね、やはり影響というものが免れない部分もあるのかなというふうに考えたりもします。チョンヤギョンをこの比較するとですね、日本においては例えば中江東樹とかですね、それから荻生徂来とかですね、本居宣長という学者に該当するかもしれませんけども、少しちょっとこの似ているなと思うのはやはり平田篤胤ですね、が影響を受けた部分において比較するとですね、やはりもっとこの見えてくるものがあるんではないかと思います。しかしながらこのチョンヤギョンがですね、残したものということで、やはり何よりも大きいのは現実の政治になんとかこの教理を生かそうとしたというところは間違いないんではないかと思います。ですから現実の政治の中でいかに人間が救われるかということで、具体的には平等な社会を築いていきたかったという願いが、こういった本の中に現れているのは間違いないと思うんですね。チョンヤギョンが残したものということで、朝鮮王朝の後期において、
様々なものが、この文化、そして思想が入ってきますけれども、彼はそれを、いろんなものをですね、組み入れながら、そして自分なりの実学というものを体制したということで、韓国、今ですね、注目を集めている、そういった人物でもあります。さらにですね、イさん、チョンジョの、本当に片腕として様々な実績を残したということもとても評価に与えるものでありますし、庚午農民の乱というものが近代において起こってきますけれども、これも影響に与えたとも言われています。本当にこの一人の人物がですね、この朝鮮後期、そして近代においても影響を与える。そして今もですね、様々な書籍を通してたくさんの人がこのチョンヤギョンを研究しようとしているということを考えるとですね、まだまだですね、勉強しがいのあるそういった人物であり、そして朝鮮後期のその背景であるかと思います。はい、今日はですね、とても長い動画ではありましたけども、最後までお付き合いしていただきましてありがとうございました。もしですね、チョンヤギョンに関する、何か新しいこの情報がありましたら、コメント欄に、書いていただけたらと思います。今日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。